リスニングとスピーキングを同時にアップさせる新しいメソッドです。昨日は疲れていたので早く寝ました。昨日は疲れていたので早く寝ました。昨日は疲れていたので早く寝ました。こんにちは、はるなです。今日も一緒に頑張りましょう。毎日の動画を続けるために高評価ボタンで応援お願いします。まずは3つのスピードで聞いてみましょう。これは私の友達の家です。これは私の友達の家です。これは私の友達の家です。This is my friend's house. これは私の友達の家です。そのコップとこのコップ、どっちが重いですか？そのコップとこのコップ、どっちが重いですか？そのコップとこのコップ、どっちが重いですか？ Which is heavier, that cup or this one? そのコップとこのコップ、どっちが重いですか？朝バスに乗ると前の席が空いていました。朝バスに乗ると前の席が空いていました。朝バスに乗ると前の席が空いていました。When I got on the bus in the morning, the front seat was empty. 朝バスに乗ると前の席が空いていました。このパソコンは前より速くなりましたね。このパソコンは前より速くなりましたね。このパソコンは前より速くなりましたね。This computer has become faster than before. このパソコンは前より速くなりましたね。昨日は疲れていたので早く寝ました。昨日は疲れていたので早く寝ました。昨日は疲れていたので早く寝ました。I was tired yesterday, so I went to bed early. 昨日は疲れていたので早く寝ました。部屋が寒いならエアコンをつけた方がいいです。部屋が寒いならエアコンをつけた方がいいです。部屋が寒いならエアコンをつけた方がいいです。If the room is cold, you should turn on the air conditioner. 部屋が寒いならエアコンをつけた方がいいです。私は後輩に資料を説明させられました。私は後輩に資料を説明させられました。私は後輩に資料を説明させられました。I was made to explain the materials by my junior. 私は後輩に資料を説明させられました。友人は今日は雨が降るかもしれないと言っていました。友人は今日は雨が降るかもしれないと言っていました。友人は今日は雨が降るかもしれないと言っていました。My friend said it might rain today. 友人は今日は雨が降るかもしれないと言っていました。日本に来てから富士山を見たことが一度だけあります。日本に来てから富士山を見たことが一度だけあります。日本に来てから富士山を見たことが一度だけあります。Since coming to Japan, I've seen Mifuji only once. 日本に来てから富士山を見たことが一度だけあります。資料を読んでいる間に電車を乗り過ごしてしまいました。資料を読んでいる間に電車を乗り過ごしてしまいました。資料を読んでいる間に電車を乗り過ごしてしまいました。I was reading the documents and ended up missing my stop on the train. 資料を読んでいる間に電車を乗り過ごしてしまいました。今度はフレーズを繰り返して練習しましょう。これは私の友達の家です。そのコップとこのコップ、どっちが重いですか？朝バスに乗ると前の席が空いていました。このパソコンは前より速くなりましたね。
昨日は疲れていたので早く寝ました。部屋が寒いならエアコンをつけた方がいいです。私は後輩に資料を説明させられました。友人は今日は雨が降るかもしれないと言っていました。日本に来てから富士山を見たことが一度だけあります。資料を読んでいる間に電車を乗り過ごしてしまいました。シャドーイングです。音声を聞きながら少し遅れて真似しましょう。これは私の友達の家です。そのコップとこのコップ、どっちが重いですか？朝バスに乗ると前の席が空いていました。このパソコンは前より速くなりましたね。昨日は疲れていたので早く寝ました。部屋が寒いならエアコンをつけた方がいいです。私は後輩に資料を説明させられました。友人は今日は雨が降るかもしれないと言っていました。日本に来てから富士山を見たことが一度だけあります。資料を読んでいる間に電車を乗り過ごしてしまいました。最後はクイズです。答えがわかったらコメントしてね。大阪に旅行したとき、たこ焼きを食べたことがあります。大阪に旅行したとき、たこ焼きを食べたことがあります。お疲れ様でした。クイズの答えは明日の動画を見てね。バイバーイ。メールマガジンに登録していますか？毎日動画のスクリプトと日本語の豆知識をお届けします。もっと日本語を上達したい人は説明欄のリンクから登録してね。